ご視聴ありがとうございます。どうも、大々チャンネルのオレンジです。CSLDD 購入されましたか？価格も抑えられ、これからのスタンダードになっていくかもしれないこの機種に、他社からの乗り換えを検討されている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。今回の動画では大きく2つの点を取り上げます。1つ目はこの CSLDD 設置の注意点と工夫について、2つ目はドライブハブを介してPlayStation 上でどう操作できるかの検証をしていきます。ドライブハブの基本的なことやできること、できないことについては前回のドライブハブの動画リンクを概要欄に貼り付けていますので、ぜひご参照ください。なお、現在オレンジには Windows 環境がございませんので PC レースゲームでの評価はできず、あくまでも PlayStation のレースゲームでの評価となります。また、ドライブハブの購入・使用に関しては全て自己責任で何卒よろしくお願いします。まずは設置上の簡単な注意点と工夫についてです。今回の CSLDD はこれまでオレンジが使っていた CSL エリートと同じ盤面の穴での設置が可能ですが、シャフトの角度も長さも随分と違います。そのまま同じ位置で固定すると、ご覧の通りシャフト先端が随分と手前に来てしまいます。一番手前にあたるネジ穴の位置を合わせ、なおかつ CSL エリートのシャフトを水平になるようにして2機種並べてみたところ、CSLDD のシャフトの先端が約 40mm ほど手前に来ます。そこでオレンジは奥に設置するべく CSLDD のスライド設置方式を生かし、3点止めのトライアングルをひっくり返してセンターネジを後方で固定するためのパンチ穴を開けようと思いました。それでは早速工作開始です。40mm は奥に設置できたでしょうかね。とりあえずステアを回しても違和感がないのでよしとしましょう。1点困ったのがシフターの位置が天板の角度と連動しており、シフトノブの位置に若干の違和感がありますが、我慢します。今回のメインである CSLDD を PlayStation 上で動作させることができるようになるかですが、結論から申し上げますと、ドライブハブを介することにより CSLDD でも PlayStation 上で動作させることができます。オレンジが今回購入した CSLDD は 5Nm の標準電源モデルになります。これまで使用していた CSL エリート 4PS4 はピーク時で 6Nm と言われており、オプションの 8Nm ブースト電源も注文済みですが、まずはこの 5Nm で満足に足りうるものなのか見ておこうと思いました。接続構成はご覧の通りで、PS5 で使用する場合はDualShock 4ではなく、サードパーティー製のPS4 ライセンスのあるコントローラーを使用します。オレンジの環境ではペダルシフターは Logitech G29 のものを使用しており、前回のドライブハブ動画で保留になっていたペダルシフターの動作は最後に提示した接続構成でしっかり動作したことも合わせてご報告させていただきます。ペダルシフター接続の経緯や詳細については前回のドライブハブ動画のチャプター5をご参照ください。
次に CSLDD の設定です。CSLDD には赤の PC モード、緑の Xbox モード、黄色の CSW-V2.5 互換モードがあり、現状は PC モードでは認識せず、V2.5 互換モードのみで認識するといった具合です。それでは PS5、PS4 のレースゲームを走らせてみましょう。なお、CSLDD のファナテックドライバーは410。ドライブハブのファームウェアは 2.0.3 で実施していきます。今回比較するにあたり、再度 CSL エリートも設置し直し、エリート、DD ともに FFB の項目設定をご覧の設定値で統一して比較してみました。走り比べて感じた正直な印象は、CSL エリートから CSLDD に買い替えを必要とするほどの変化はないでした。それでもあえて変化を述べるならば、エリートではフォースフィードバックの伝わり方がコツコツと来るのに対し、CSLDD ではその間の表現が備わっていると感じ、解像度は高い印象です。しかしながら解像度は高いと感じながらも、5Nm の電源の影響なのか、エリートと比べるとその衝撃の加わり方はかなり弱いと感じました。言葉で説明するのが難しいので、濃淡で表現するとこんな感じです。あ、余計わかりにくいですか。この力不足を見ると、やはり 8N の電源は必須であると言えるかもしれません。残念ながら11月まで届かないようなので、しばらくお預けです。また、操舵角のエンドが CSL エリートだとパキッとしていたものが CSLDD だとふにゃんと曖昧な感じでした。ドライブハブにおける大きな問題点は、ステアリングのキー操作に関して PS4 ライセンス版では機能したトグルやつまみなども、ドライブハブを介したものだと機能しないものもいくつか存在することにあると思います。プレイステーション対応の CSLDD といったような比較対象があるわけではないので、正確性は皆無ですが、ステアリングによる操舵角の操作やフォースフィードバックによって得られる情報に関しては CSL エリートの時と同様、プレイステーション上で動かす分にはそれなりに満足のいく表現が得られているのではないかと個人的には思います。いかがだったでしょうか。何かお役に立てましたでしょうか。現状では誰にも分かり得ないことですが、気になるのは CSLDD とドライブハブの組み合わせが今後リリースされる PS5 対応版の代用に足りうるかどうかですよね。オレンジの答えはノーです。まだ詳細のわからない PS5 対応版ですが、ポリフォニーとのパートナーシップを結んだこともあり、デュアルセンスのハプティックフィードバックやアダプティブトリガーに該当するような負荷効果も PS5 版には組み込んでくるのではないかと僕は予想します。つまりグランツーリスモ7を 100% 楽しみたいならやはり PS5 対応版しかない。ええ、僕も購入する気です。日本でもリリースされることを願うばかりですね。PC レースゲームに重きを置いていて、プレイステーションでのレースゲームはほんの少し、キー操作は完全でなくても構わない。そんな方にはドライブハブとの組み合わせはちょうど良いのかもしれません。しかし、プレイステーションでのレースゲームがほとんど、キー操作には完璧を求めるって方は、今後リリースされる PS5 対応版を素直にお待ちいただくのが賢明かと思われます。それがオレンジが出した結論です。最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。それでは良いハンコンライフを。じゃあねー。この動画が役に立った
面白かったと感じた方はグッドボタンを、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。